こんなの無理です。そうそうそう。どうして私にそうやって無理を強いるんですか。難題を強いるか。バカじゃないのって言いそうなんですか。皆さんこんにちは。こんにちは。シャイな4つの消しチャンネルの辻ひろえです。鈴るです。さあ、壁にぶつかったらどうするシリーズの今日は第4回目でございます。はい、今日は免疫質の方をやっていきたいと思います。免疫の人ってね、はい、壁にぶつかると頭の中真っ白になるんですよ。フリーズです。フリーズです。ああって本当に真っ白になるみたいだよね。前も話したかもしれないんですけど、例えば車走っててね、有料道路とか、分かれ道で有料道路の料金所越えて右に行くか左に行くかっていう時に、こういうなんていうかな、ポールがあるじゃん、ラバー室のポン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 、で、友達が助手席に乗ってて、彼女がお父さんの車を運転してたので、まだ学生さんで、これ右左どっちって急に言われて、友達は助手席で言ってたから「へっ?」って言った時に「何?」って言った時に「これ右行ったらいいの左行ったらいいの?」って言ってどっちかに切れよ。やっぱ言えないじゃん。で最後どうしたらかっていうとダダ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 って硬直しちゃって廃車。怪我はしなかったでしょ。それ幸いだけど。というようなことに、本当に「あー」って言った時に頭真っ白になるから動けなくなっちゃう。なのでまず壁にぶつかると立ち尽くす。逃げるわけでもなく、まずはね、乗り越えるわけで立ち尽くすっていうのがまず初っ端の。でもそのフリーズってある程度すると解けるもんね。ずーっとじゃないからね。あーってちょっと我に返った後にどうなるか。はい、壁がここにあるのが悪いとか、誰かが崩してくれないからダメなんだとか、なんか他の人のせいにしますね。愚痴り始める。愚痴り始めます。誰かのせいに。はい、誰かのせいにです。こんなところに壁を作った人は誰みたいな感じ。どうしようもないけど言っても。他の人からすると、竹内からすると、じゃあ迂回すりゃいいじゃんとかね。それも面倒くさいって感じ。本当にしょうがないんだから、その愚痴なんか言ったら受け入れればって言っても、それもできない。できない。そんなもん乗り越えろよと単純に言っても、いやこんなの無理です。そうどうして私にそうやって無理を強いるんですか。難題を強いるかって。っていうね、文句を言い始めるんですよ。例えばじゃあ自分がね、介護で困ってると毎回言ってますけど、自分介護で困ってる。でもお母さんもうどうしようもない、お母さんなりお父さんがどうしようもない、どうしますか。いや、最初はこうやって呆然とするね。呆然とするけど、やらなきゃいけないことは最低限あるけど、そりゃもう愚痴は多いですよ。でもじゃあ何かこう自分で変えていこうとか、良くしていこうとかっていう動きはしない、絶対に。だから本人も辛いんでしょうけど、愚痴を聞かされる皆様も大変ですな。で、なんで愚痴を言うのかなとかって思うと、私じゃなくてその愚痴を聞いた人たちが何とかしてくれよって思ってるみたい。そうですね、免疫質の特徴の一つに、自分で何かを変えていくんじゃなくて、誰かにこの状況を変えてほしいっていう、変えてほしいというちょっと他力本願的なところはちょっとありますね。もちろんそうじゃない免疫の人もいっぱいいますよ。ただそういう人も結構多いということですね。税理士試験のね、例でいくとどうなります？なかなか取れないと。こういう制度を作った国が悪い。ごめんね、今ね、バカじゃないのって言いそうです。いや、また鈴木ブラックにちょっとね、ちょっと今バカじゃないとね、本当に言いそうになっちゃった。すいません。もうちょっと簡単に取れるような、年に1回じゃなくて年に3回とか4回とかやればもうちょっと受かるんじゃないのみたいな感じ。嫌なのやめりゃいいなって思っちゃうんだよね、こっちからすると。受け続けるの。受けもしない。結構グズグズ言って受けないよね。受けるともしないよね。そう、1年に1回しかないのに、もう頑張ってやってますとかって寸前までは言ってるんだけど、何もやってないんだよね。テストどうだったって言ったら、なんか期間が過ぎちゃって申し込みがとかって言って受けないんですよ。これね、実際にかつて関与してた顧問先で、その会社でね、皆さんに資格を取りなさいっていうのにやってたんですけど、申し込みしないんだよね。びっくりしたね、あれは。なんでと思って。期間が過ぎちゃいましたって言うから。で、期間いつかしてたって言ったら、よく分かってなくてみたいな。なんで僕らがそこに、ある意味入った時には、期間をすぐ調べてくださいと。
調べたらいついつまで申し込んでください、で申し込んだかどうかを上司の人に本当に申し込んだか確認してあげてね、そうそこまでしないとね、でまあ実際渋々翌年申し込んだけど、頑張ってますって言うけど、聞くと受からないんであんまりやってないんだよね受からないつまり努力せずにそうなかったことにしよう第3のまずは真っ白になる、そして愚痴を言う、で愚痴を言ってもダメだとなかったことにするなかったことですなんで壁とかありませんかって私壁の向こうに行こうなんて思ってませんとかねおいおい行こうとしてたじゃないかとまあねでなかったことなかったことにしますね、はいめちゃくちゃひどいこと言うなと思うかもしれませんけど、実際そういう方多いからね。まあでもそれによって心の平穏をね、保ってます。やっぱ嫌なことが目の前に来ると、やっぱりそこから逃げたいっていうのが強いから、それによって平穏がね、壁なんてないの。私もともと向こうに行こうと思ってなかった。別に関係ないの。とかね、税理士試験なんて取ろうと思ってなかったの。別に最初から取るつもりはなかったの。なのでそこを批判もせずにそうだよねって言ってあげれば。それで安心するわけですから。そういうことです。そういうことです。壁は乗り越えなきゃいけないってわけじゃないのでね。なかったことにするのも一つの考え方。まあね、それが許せるかどうかは皆さん次第ということでね。はい。はい。ということで次回は久々のアンチョコ編ですね。はい。じゃあ次回はアンチョコの気質っていつ決まるの？ね、いつ決まるんでしょうねっていうね。よく多い質問なんだよね。ちょっとその辺をお話してみようかなと思ってます。はい。ということで今日の内容が面白かった参考になったと思ったらチャンネル登録お願いします。高評価もよろしくお願いします。ではまたよくお会いしましょう。